wake up, I don't know if I should. The situation isn't looking too good. Old couch with a new set of stains. If you こんにちは、IKEA 大好きなサムです。よろしくお願いします。今回は IKEA の注目の新商品を紹介していきます。この1月は700点以上の新商品が入っています。お店に行くと圧倒されてしまうので、ぜひこの動画で欲しいものリストを作ってもらえたらなと思います。今期はデザインが可愛いものがすごく多いんです。中でもおーって驚いたアイテムがありまして、もうオンラインで見た時からすごく注目してました。こちらのシリーズです。めちゃくちゃポップじゃないですか。これね、すごく可愛いコップなんですけど、何かと言いますと子供用のコップなんですよ。プラスチック製でとても軽くて使いやすそうです。こちらはソープディスペンサーです。押す場所が広いので押しやすいですね。でこちらは思ったより大きいなと思ったのがソープディッシュですかね。でこの辺のアイテムはみんな吸盤がついてまして、吸盤で壁に固定できるようになっています。 IKEA の吸盤は白くて肉厚なものでして、とても強力です。私もいくつかこの吸盤のシリーズはね、いくつか持ってるんですけど、ほんと強力です。こちらは砂時計です。これは壁にくっつけられるんですけど、ちゃんと回転するようになっていました。歯磨きタイムを測るんでしょうか。でこちらがミラーなんですけど、こちらも裏が吸盤になっています。なのでタイルとかつるっとした壁に貼ることができます。このぷっくりしたフックも可愛いですね。デザインが本当に可愛いです。オレンジのミラーの左に映ってるベージュのトレイみたいなものを私は洗面所に貼ってるんですけど、吸盤強力で一度も落ちたことはないです。逆に言うと気軽に外すことはできないと思います。で打って変わってこちらはすごくシックで素敵だなと思いました。フックなんですよ。でこちらは粘着テープ式でネジで設置することもできるみたいです。バスルームアイテムなんですけど、幅広く使えます。素材がスチール製で粉末塗装もされているので、結構しっかりしてるっていうか高見えするアイテムだと思います。何かとこういうフック便利ですからね。壁に傷つけたくない方は家具側にネジ固定するのもありかなと思います。同じシリーズでドアハンガーも出ていました。ドアハンガーいいですよね。かけるだけで使えますから、洗面所とかってちょいかけできるとこがあるととても便利なので、すごくいい商品だと思います。うちはね、残念ながら引き戸なんですよ。洗面所入るとこのドアが。こちらもスチール製でしっかりしてるんですが、思ったより安くてびっくりしました。とてもシックでおしゃれなデザインです。バスルームつながりでタオルコーナーも新商品があったので紹介します。というか久しぶりにこのおしゃれなタオルに出会いました。新年ということでタオル変えようかなってちょっと思ってて見てたっていうのもあるんですけど、こちら片面はワッフル素材みたいな感じで、片面は普通のタオルっぽい生地になっているっていうものでした。デザインがすごく可愛くて、サイズ展開が2種類しかなかったです。でもIKEA あるあるのループがちゃんとついてます。このハンドタオルサイズは使いやすそうです。はい、次はキッチンコーナーに行きます。まな板がいろいろ新しく出てるんですけども、シートまな板 IKEA の人気のものがあるんですけど、こちらグレーが出てました。昔グレーでしたよね。最近は結構はっきりした緑だったんですが、落ち着いたグレー色が出ています。こちらたわませて直接フライパンに食材を流し込めて便利だとよくお声をいただきます。あとキャンプに持っていくって方もよく聞きます。こちらもまな板コーナーに売ってたんですけど、こちらはガラス容器の蓋に使えるものでして、最近ずっと売ってなかったんですけど復活してました。以前は赤とか緑とかそんな色だったと思います。これは買いました。このタグにチーズドームになるよって書いてあるんですけど、チーズドームって何って思ったらここに正解が載ってました。保存容器を逆さにするってことですね。これ買ってみたんですけどすごく良かったです。まずすごくシンプルな形状で食洗機 OK で洗いやすいっていうのがあります。であと一切パッキンとかロック機構がないんですよ。要は乗せるだけの蓋なんですけど、結構パッキンとかカチッてロックも結構硬かったりするので、密閉を求めない場合はすごくいいなと思います。でチーズドームなんですけどチーズはなかったので、
こちらケーキを入れてみました。冷蔵庫に入れてたんでとすごい霜がついてますが、確かにこれは便利ですね。やっぱこうパッキンがついてたりすると、開ける時に結構中身を揺らしてしまうと思うんですけど、これは乗せてるだけなのでこううわーっていう事故にならなくていいなと思います。でも見栄え的にはこのやっぱ竹の蓋の方が可愛いですけどね。あと収納面でも食洗機の中でもとてもコンパクトなので収まりがいいです。これ竹の蓋結構厚みがあるんですよ。でこの蓋は半分ぐらいの厚みですね。で長方形のガラス容器用なんですけど、こちらのサイズですね。実際使ってみるととてもいいです。これはカレーが入ってるんですけども、例えばトマトとかミニトマトとか入れた時となんかはこの蓋でそのまままな板として使ってカットすることもできます。で私この正方形のサイズの方がよく使うので、正方形のサイズでもタイプの蓋出してほしいなと思いました。食器コーナーです。春らしい色合いの食器が出ています。こちらの小さいカップ何かなと思いましたら、エッグスタンドということです。イースターのコレクションでしょうか。色合いがめちゃくちゃ春してます。こちらは4つセットで売られています。電子レンジ OK、 食洗機 OK です。エッグスタンドにあまり馴染みはないんですけども、とても食卓が華やかになりそうな4色ですね。同じようにこのカラーリングの食器シリーズが他にもあるんです。と思ったらちょっと商品名が違うので全く同じシリーズではなさそうなんですが、まずはフェルグクラーのライトブルーのシリーズが今新しく出ててすごく人気みたいです。この時はね場所に1個もなかったですね。ほんと可愛いんで見かけたらぜひチェックしてください。はい、こちらが同じカラーリングかなと思った4枚セットのプレートです。こちらは縁にほんのり色がついています。でお隣のこのボールのシリーズもまた同じ4色展開ですよね。これはちょっとねお花みたいなフリルの縁になっていてとても可愛いです。こちらも電子レンジ OK、 食洗機 OK となっています。こちらは1月下旬に発売のスモールフィスクコレクションと一緒にコーディネートしてねとサイドに書いてありました。めちゃくちゃ華やかで綺麗なコレクションなので楽しみです。渋谷店はフェルグクラーのブルーめっちゃありました。本当に可愛いですよね。でこちらちょっと変わったものを見つけました。めちゃくちゃポップなザル多分みかんを乗せると通気性が良さそうなバスケットです。とにかく軽いんですよ。それを表したくてちょっと振ってますけど伝わりますでしょうか。なんとこちらお値段税込み99円です。ガラス製じゃなくて割れる心配がないから外でも使えますよというコンセプトみたいです。前々回の動画で紹介したこちらのウォールシェルフなんですけども、白色が出ていました。いやもう絶対白も可愛いですよね。ちなみにこの時はピンクが売り切れになってましてすっからかんでした。白もねちょっとしかもう残ってないような状況でした。いや売り切れるの分かります。めっちゃ可愛いですもん。お手頃価格ですし、白もめちゃくちゃ可愛いですね。設置の仕方などはこの以前の動画で詳しく紹介しているので見ていただきたいんですけども、石膏ボード用のピンでも設置することができました。壁にネジ穴開ける勇気のないって方はぜひ石膏ボード用のピンで設置してみてください。私はフック部分は使わずにフックの頭の部分だけを使うようにして設置しました。でこのアート用飾り棚と同じシリーズのミラーが出ています。なんと3色展開3サイズ展開になってます。オンラインだとその大きさの感覚ちょっと分かりにくいと思うんですけども、意外と大きいんですよ。こちらイエローの方がですね、5000円とは思えない大きさです。長手1メートルあります。でこれ一番小さいのがピンクで、中間サイズがグリーンとなっています。ほんと今季可愛いもの多すぎますよね。でこの当時はですね横浜店ではまだ実物が展示されてなかったので、前橋店のお写真を視聴者様からご提供いただきました。ありがとうございます。
で以前の動画で見本を見つけられなかったアートの見本が出ていました。結構大きいのでしっかり部屋の主役になりそうなデザインだなと思いました。キャンバスっぽい生地に印刷されています。側面もちゃんと印刷されているのでアートパネルっぽい立体感があります。ストーリーズでも紹介したんですけど、結構欲しいっておっしゃってる方いらっしゃったので、また売り切れるんじゃないかなと思っています。で中にはこの左だけ欲しいとか右だけ欲しいっていう方いて、なんかうまいことねシェア買いできたらいいですけどねと思ってました。LED キャンドル以前も紹介しましたけども、 T ライトキャンドルも LED タイプが新しく出ていました。これはすごく良かったです。このシリーズの中で一番気に入りました。この充電するベースみたいなのもセットになってるんですよ。ここで充電ができるっていう風になってまして、でその充電ケーブルと電源に挿すコンセントはついてないんですけど、ケーブル C2A のケーブルとキャンドルが4つついてます。だから USB の変換プラグが必要になります。なんか説明書がちょっとね稀に見るレベルで難しかったんですけど、3回光ると充電中だよってことが言いたいのかなとかちょっとね難しすぎましたね。35時間光りますよかな、ここは35時間かかりますよじゃないですよねとか。ちなみに充電式電池がもともと付属しています。この充電するトレイで充電できるので、その充電式乾電池を出すことはないんですが、一応念のため確認してみたらこういうのが入っていました。ピラーキャンドルの方は充電するたびにこのケースを出さないとネジで開けて閉めしないといけないっていうのがちょっとなと思ってたんですが、こちらはその点ここに置けば充電できるシステムなのですごくいいですよね。最近ロースコグワゴンを充電ステーションにしています。確かにこのボタンを押すと3回光りま3回光ったか光りました。で後ろにこうスイッチがあります。オンオフスイッチです。はい、こちらはタイマーはありません。オンオフです。で光り方はねやっぱりちょっと動画だと伝わりにくいところあるんですけども、こんな感じでちょっとチカチカと瞬くような光り方になっています。とても綺麗です。でこんな風に T ライトキャンドルがちょっとこう囲われてるものの方が本物っぽい光に見えて素敵かなと思いました。こうねこの丸見えのやつよりはこのストックホルムコレクションですけども、こちらのキャンドルホルダーこんな風に囲われてるものだととても綺麗です。すごくおすすめです。この組み合わせで使ってほしい。はい、ちょっと興奮してしまいましたが、でも本当におすすめで毎朝毎晩食卓で灯しています。で以前コメントでいただいたんですけど、このキャンドルをですねピラーキャンドルの方を枕元で寝る前に使われてるって方いらっしゃって、それはとてもいい使い方だなと思いました。タイマー式ですしね。でこちらも以前紹介した変形するサイドテーブル、3通りの使い方ができるよって紹介したサイドテーブルなんですけども、デザイナーさんの顔が載ってましたね。じゃなくって YouTube の投稿っていうところに視聴者様が使い方をシェアしてくださいました。ちょっと充電ステーションっぽく使ってて、目隠ししつつでもさっと撮れるみたいな使い方がされててめっちゃいいなと思いました。ありがとうございます。はい、こちらはクッキスという収納ボックスのシリーズなんですけども、こういう仕切りのついたトレイがインサートボックスが発売されました。クッキスのボックスはIKEAでは定番のシリーズなんですけども、いろんなサイズ展開がありまして色展開もあります。でまた蓋と容器を別々に買うことができる商品になっています。で蓋がね竹の蓋とこういうプラスチックの蓋と選べるのも嬉しいポイントです。蓋がね使わないって場合もあると思うので別売り嬉しいですよね。今回はセットで購入してみました。真っ白で気持ちがいいです。プラスチック素材なのでちょっとホコリを吸着しやすいっていうのはあるかなと思います。でちょっと浅い方のクッキスのボックスです。深いタイプでも一応この仕切り乗せることできました。でもちゃんとフィットしてるのはこっちの方かなと思って、はい、今回はこちらを購入してみました。何入れるかなんですけど、これはスマホのカバーガラスとかですね、あとストラップですとかApple Watchのベルトですとか、そういうのを収納するのに使ってみました。
この微妙に広い部屋があるのが便利だなと思います。プラスチックの蓋だと積み重ねることができるのがいいです。屋外ライトが新しくたくさん出ています。もう屋外ライトの季節なんですよ。早いですね。いつも夏なねイメージでしたけども、今年は早いですね。毎年このシリーズ出るんですけども、今年はよりポップなデザインなものが出ていて可愛いと思いました。まずこちらは充電式のライトです。このシリーズはみんな共通して防滴仕様となっていて、屋外でも使えるようになっています。でこちらの赤い台のところに USB ケーブルを挿して充電できるようになっています。充電式乾電池を使うタイプです。防滴仕様なのでちゃんとこういうゴムのキャップがついています。でこの右色の赤いボールみたいなのが乗ってるタイプすごく可愛いですよね。こちらも充電式乾電池を使います。で同じく充電ケーブルタイプ C を挿して充電することができます。ちょっとねこれびっくりしたんですけど、なんか上に乗っかってるだけなんですよね、マグネットみたいなんで。でこのメッシュのようなデザインのもの、こちらは3種類出てまして、こちらが真ん中サイズになります。でこれが一番小さいサイズと思ったんですけど、この子3兄弟の一味じゃなくって、もう一個黄色っぽいのがねあるみたいなんですよ。このあたりのもみんな充電式乾電池を使って充電するものとなっています。この白い子もとても可愛いですね。白なので合わせやすそうです。ページのもかなり大きめですけども、こちらも同様に充電式乾電池が必要になります。もう本当にこのシリーズたくさん出てて、私はスタンド、この提灯をねかける用のスタンドがあって、それが欲しいんですけど、なかなか横浜店で出会えなくて買えてません。渋谷にもなかったですね。であとこのチェーンライトなんですけども、なんかベビーカステラみたいなのが新しく出てました。これは電池式です。可愛いですね。で意外と良かったなと思ったのがこちらのフロアランプです。こちらも同じシリーズなんですけども、こちらはコンセントで給電します。光は3段階に調節できるみたいです。この赤色のベースと本体っていうんですかね、この部分がスチールでできてまして、意外とチャチくないしっかりした感じがして良かったです。お部屋に置いたらめちゃくちゃインパクト出そうだなと思います。でこのシリーズ他にもいろいろあるんですけど、フロアライト系が他にもあるんですが、まだ横浜店には出てないものもありますので、次回にまたいで紹介していきたいなと思ってます。最後までご視聴いただきありがとうございました。一つだけお知らせです。 YouTube やってみたいなとか YouTube やってるけど伸び悩んでるなって方に向けて、会社員を続けながら3年間続けてきた方法 YouTube ロードマップをノートにまとめました。ぜひ概要欄から無料部分だけでも読めますので、気になる方は覗いてみてください。よかったら YouTuber 仲間になりましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。